け目です。東京でファッションデザイナーをやってます。コンピューター刺繍ミシンをハッキングしてわざとデータを壊した状態で刺繍するというような作品を作ったりしています。作品を見てほしいのであんまり顔を出してないという感じですね。高円寺の北コレビルに入ってる早とちりというお店に行くんですけど、ここは8年前に僕が東京来てすぐに帽子の作品を置いてもらってたお店、セレクトショップになります。結構若いデザイナーの作品とあと古着をミックスで置いてるセレクトショップなんですけど、ここ以外では見られないようなブランドの服が結構置いてあったりして面白いお店です。自分が想像つかないようなものと出会えることが多いので、アイデアの刺激をもらいに行ったりはしますね。店長の後藤さんは気のいいクレイジーな人で、ラッキー大吉というブランドを自分でやったりもしてます。内装これなんでこれにしようと思ったんですか？内装は、ペンキとかだとやっぱあれですよね、改装するときに一回一回やっぱ服下げてとかやらなきゃいけないじゃないですか、ビニールかぶせたりとか。で紙とかこういうのあったら一部剥がれてきても糊だけでピタッとできるから、ボロくなってきてもいい感じに色あせもね、新しいの貼ったら、クラストパンツの大きいバージョンって考えてたからなるほど。あとボロ物件だから雨漏りしても分かりやすいんでね、漫画がちょっとウェッティになる。しみるから、パンクなんですね。パンクするな。でも服見飽きた後に漫画読めるんでね。表参道にあるハウスアット見切り発信というお店に行きます。ここはスタイリストの山口壮太さんがもともとやってた見切り発信というお店が移転して古い古民家を改装したお店になったんですけど、DIY で自分たちでやってるのにここまで上品な空間にできるんだっていうのが結構驚いて、東京だとすごい好きなお店で、1階がデザイナーズのセレクトショップになってて、日本のドメスティックのデザイナーズブランドだけをセレクトしてるんですけど、2階に古着と1階に併設されたギャラリーでは、ファッションに限らずいろんな企画をやっていく予定らしいんですけど、今は凝り性という日本の伝統的な技術を現代のテクノロジーでアップデートして新しくものを作るというシリーズの展示をやってました。木にその刺繍してるみたいな感じがすごい。そうだね。でもともとは手彫りなのね、全て、なんだけどわざとこういうレーザーカットだったりとか、これは実際レーザーカットで彫ってもらってるの、っていうのもそういう新しいテクノロジーみたいなものも取り入れたりして作ってもらうようにしたりしてる。そうだよね、そのまんまじゃない方が面白い。そう柄はもともとなんか伝統的にある柄なの？これはね、京都の国立博物館とコラボして作った作品で、昔の作風絵があって、それをベースにちょっとグラフィカルに落とし込んでもらった。なるほどね、ちょっと花札っぽいもんねこれ。そう
ここでミシンを使って生産をしたり、リサーチをしたりとかしています。うるせえやつらとのコラボレーションのシリーズの生産をしているところです。卒業制作で縁口義則さんという詩人の人と一緒にコラボレーションして作品を作ったんですけど、その時にできたのが抜け目帽っていうキャップに日本語が刺繍してあるシリーズの帽子で、今でもずっと作ってるんですけど、縁口さんから受けたインスピレーションっていうのが自分が洋服作っていく中では一番大きいですね。グリッチに興味を持ったのは UCNV さんというプログラマーでグリッチを使った作品を作るアーティストの方がいるんですけど、やり方を教えてもらったのがきっかけです。それでグリッチってデジタルデータのバグとかエラーのことなんですけど、刺繍ミシン用のデータをグリッチさせるというアイデアを考えました。自分でコントロールしようとしてもコントロールできない部分がすごく面白いところで、予想がつかない結果になったりとか、誰かと一緒にものを作った時に自分だけだとできないものが出来上がってくる楽しさと似てて面白いと思います。コンピューターとコラボレーションするみたいな感覚でやってます。いろいろ作品を作ってて、ご近所ものづくり同盟というグループにも僕は参加してるんですけど、それはコンピューターで洋服をスキャンして洋服のデザインのコピーを半分自動で作らせるという作品を作ったり、あと Google のイメージ検索で拾ってきた画像だけを使ってこれも半分自動で 3D モデルを作って実際に 3D プリンターでプリントアウトするというキャプチャードデザイアという作品を作ったりもしています。作品として作りたいものがたまたま彫刻なのか洋服なのかっていうぐらいのことで、あんまり自分としては違いはないですね。追消しです。ツイッターに一回書き込んだ言葉を消すっていう意味の言葉なんですけど、酔っ払ってうっかり書いちゃったことを消したりとか、あるいは誰かが追消ししたのを突っ込んだりとか、言われたくないことを勝手に誰かに言われた時に追消し要求って言ってツイッターの発言を消せっていうのを要求したりとかっていう、インターネット上の、コミュニケーションワードなんですけど、すごい日本のプレッシャーみたいなのも感じられる特徴的な言葉だなと思います。